皆さん、こんにちは。こんばんは。あまねです。先ほど仙台に着きまして、チェックインも済んだので、早速お散歩に出ました。ホテルの前に公園がありましたので、お約束のブランコに乗りましたよ。今日は不思議な体験と最後の失敗をやらかしたのですが、実はそれって平安時代からの因縁が原因かも、みたいな不思議なお話になります。これはまた雰囲気のある神社ですね。あれ？何か落ちてますよ。五円玉？普段は拾わないんですけどね。でも、つい拾っちゃいました。ここが神社だからですかね。ご縁とご縁、切っても切り離せない間柄。これは神様からご縁をいただいたと解釈すべきですよね。でも、世はインフレ。ご縁で得られるご縁はいかほど？しかも、拾ったご縁玉。どんなご縁になるのでしょう？良縁奇縁、無縁に悪縁。これではまるでご縁の闇鍋です。どんなご縁が当たるのか、それとも宿当たり？このご縁、もといご縁玉は神様にお返ししましょう。そうしましょう。しかし、なんてことでしょう。まさかの受け取り拒否。賽銭箱は固く閉ざされた扉の奥。行き場を失ったご縁玉の立場を考えると、心が痛みます。困りましたね。社務所がありますね。おまわりさんとのご縁ができるのも嫌ですし。さあ、この後はどうしようかな。なぜか不思議と海が見たくなりました。ならば散歩の安全を祈っていきましょう。海に向かう前に伏線となる大事なお話です。というのは、この神社の神様について、不詳このあまねがナレーションを務めます。時は平安時代、遣唐使の大使に任命された菅原道真。マジやべえ、俺行きたくないんだけど、と頭を抱えました。遣唐使なんて今更いらないよと帝に進言。その結果、遣唐使も無事に廃止となり、遠征による犠牲者もいなくなりました。めでたしめでたし。後のように伊達政宗によって道中安全の神様として担ぎ上げられました。と雑に説明するとこんな感じ。では早速海に向かうよ。東に向かえば海が待っている。というわけで行くよ。あとはひたすら東に向かって歩くだけだね。駅は人が多いのでちょっと外れた地下道を通って抜けてきたよ。仙台朝市。明日の朝ごはんはここがいいな。私はどこ？気を取り直して神社の近くまで戻ってきたよ。逆方向に行っちゃったから1時間ちょっと無駄に歩くことになっちゃいましたが、途中で宿に戻って休んでから出直してきたよ。そんなこともあって深夜2時を回ってしまいました。あと、なんで急に海に行きたくなったのかなってちょっと思い出したことがあって、子供の頃五円玉の入ったお守りを砂浜でなくしたことがあったんだ。無意識の連想でしょうか。誰かの落とした五円玉が私の記憶を呼び起こして海へと誘っているのでしょうか。おそらく多分落とした人は無意識に五円玉を落としているはずで、不思議ですね。これがバタフライエフェクトってやつでしょうか。偉大です、五円玉。ところで皆さん、小銭を拾ったらどうします？まだ私が小学校の低学年の頃、そう、幼げって言葉が似合うような年頃だね。
70円を拾ったんですよ。小さな商店の前の歩道で。当時の私も困ったわけですよ。70円を握りしめてどうしようと。そこでひらめきました。お店のおばちゃんに渡せば解決してくれると。お店の前に落ちていましたよって。おばちゃんははーいって言って受け取ってくれました。あのおばちゃん、その70円どうしたんでしょうかね。決して疑ってるわけではないのですが、持ち主の元に戻ったんでしょうか、あの70円。皆さんならどうしますか？小銭が落ちていたら。1時間半ぐらい歩いたんだけど、海ってなんか遠すぎませんか？実際に仙台市内ですよ、海。なんでこんなに遠いの？私の膝と股関節がもう歩きたくねって言ってますよ。せっかく神社でお祈りしたのに海にたどり着けないのでしょうか。まあ、不満です。神様、安全のためなら旅ごとなくしちゃうんでしたっけ？ってことは、目的地につけなくても仕方ないですね。安全しか祈ってなかったんですもんね。なんと、あんなところにオアシスを発見しました。これはご利益ですかね。無理せず今日の散歩はここまでにしておけって神様からのお告げでしょうか。甘いささやきですね。そんなささやきに乗っかるおまねでしょうか。もちろん乗っかりますよ。散歩ですからね。遠足でも探検でも冒険でもありません。本日のお散歩はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またね。